ってる？ちょこっとだけ世界の見え方が変わるかもしれない話。今回は日本とユダヤはつながっているのか？一緒に覗いてみよっか。日本とユダヤは全く関係のない文化だと考えられています。でも、日ユ同祖論では言葉のシンクロこそ動かぬ証拠だと言われています。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。日本の古い数え方、ひふみ。これをヘブライ語の意味としてつなげて読むと文章になるという説があります。誰がその美しさを表すのか。神に向かって歌え。香を捧げよ。不思議なことに、その内容は天の岩戸でアマテラスを外へ誘い出す場面とも重なります。単なる数え方が、実は神を称える祝詞だった可能性があります。例えば、祭りの掛け声、わっしょい。これが、神が来た、メシアが来た、という意味に近いとも言われています。ソーラン節のヤーレンソーラン。これは、喜び歌い、輝く神を仰げ、という意味と同じだという説があります。さらに沖縄のエイサーのイーヤーサーサー。救い主よ、来てください。に近い響きだと言われています。そして相撲。はっけよい、残ったも、ヘブライ語では意味を持つとする説があります。はっけは投げつけろ。よいは打て。のこは打ち破れ。たは完遂せよ。つまり、投げろ、打て、敵を打ち破れ、戦士を鼓舞する言葉になるんです。同様にまで暗号のようなものが残っている。その代表がかごめかごめです。かごめかごめは誰が囲むのか、誰が守るのか。鶴と亀が滑ったも神と守護の象徴に読めるという説があります。そこから浮かぶのは失われたアークや王族の行方。後ろに立つ者は誰かという問いまで、そこに隠されているとも言われています。不思議なのは音だけではありません。日本の地名にも意味の通るものが残っています。奈良は川、あるいは景勝地、安住の地。阿蘇は登る、
火。そして祇園はシオン、聖なる都。祇園祭りの山鉾がノアの箱舟を思わせるという話まであります。さらに、掛け声のヤーという音。これはユダヤの絶対神、ヤーベを指す重要な響きだと言われています。日本の祭りで響くヤーにもその記憶が残っているという説です。共通点は言葉だけではありません。古代ユダヤで紫色は王族と神官だけに許された色でした。神殿の幕や祭服にも紫の糸を使うよう細かく定められていた。日本でも紫は冠位12回の時代から最高位の色とされてきました。もしこの気高さまで受け継がれているのだとしたら。そして建築です。鳥居は古代ユダヤの門口と似ていると言われています。その赤い門の記憶が鳥居に重なるという説です。さらに神社は下拝殿、内拝殿、本殿の三段構造。これは外側から内側へと進む3つの区画で構成された神殿の構造と一致します。手水屋で身を清める習慣も神殿に入る前に水で体を清める儀式と一致します。入る口、清め、奥へ進む構造まであまりにも似ている。そしてここからです。日本の祭りで担がれるおみこし。あれこそ失われたアークの記憶だとする説があります。聖書に記されたアークの大きさはおよそ長さ130センチ、高さと幅80センチ。おみこしとほぼ同じサイズです。さらに2本の棒を通し、地面に置かず担いで運ぶ。その運び方のルールまで一致しています。アークの上には4枚の羽を広げた2体の天使。おみこしの上には黄金の鳳凰。どちらも神の使いとして上部に据えられている。その配置まで双子のように似ているんです。では、そのアークの中には何があったのか。10階の石板。民を飢えから救ったマナの壺。そして奇跡を起こしたアロンの杖。つまり、法と命と奇跡を収めた箱だった。しかも聖書では、アークには神そのものの力が宿るとされています。不用意に触れたり、中を覗いた者は命を落としたとも記されています。雷撃のような力、あるいはプラズマのようなエネルギー。さらにアークを先頭に進軍すると、
ヨルダン川は割れ、エリコの城壁は音だけで崩れ落ちたとも言われています。最強の軍事兵器であり、同時に宗教的な装置でもあったようです。そのアークが歴史から消えたのは紀元前586年。エルサレム神殿がバビロニアに破壊された時だとされています。以降、その行方は謎に包まれました。有名なのはエチオピア説。そして日本では徳島県剣山説。失われた10部族が日本へ運び込み、剣山に隠したという説です。さらに伊勢神宮や皇居、三種の神器そのものが変形した姿だという説まであります。さらに、日本に残るもう一つの強い符号があります。六芒星。ユダヤではダビデの星、あるいはソロモンの封印。天と地、火と水、男性性と女性性。相反するものを統合する宇宙原理の図形とも言われています。そして日本ではこの形をかごめと呼びます。童謡かごめかごめがただの遊び歌ではないと言われる理由もそこにあります。伊勢神宮周辺の石灯籠やこの神社、真名井神社にもこの紋章があったという話が残っています。しかもその一部は後に消された、書き換えられたとも言われています。もしそれが本当なら、消されてきたのは模様ではなく、記憶そのものなのかもしれません。しかも、この話はユダヤだけで終わりません。日本の皇室の象徴、16花弁の菊花紋。これとほぼ同じロゼット紋が古代メソポタミアのイシュタル紋にも刻まれています。どちらも天からの権威を示す最高位の象徴。さらにシュメール語と日本語はどちらも孤立した言語。ジェシをつなぐ膠着語としての性質まで似ています。世界は水辺の吉原から始まったとされるシュメール神話。日本神話の豊足原と驚くほど近い世界観です。シュメールでは王はメと呼ばれる神からの力を受け取り統治しました。日本では三種の神器が王権の正当性を示します。神から託されたデバイスで秩序を保つ。その発想自体がすでに一致している。天孫降臨とアヌンナキの構図まで似ています。文明は空から来た存在によってもたらされた。
そう考えると、すべては一本の線でつながり始めます。シュメールで原型が作られ、それがシルクロードを経て、あるいは海を渡り、日本という東の終着点で、最も純粋な形で保存された。そう考える人たちもいます。だからこそ、この国には世界最古の系譜が残った。日本は、地球の最重要データを保存する場所だったのかもしれません。もし、そうだとしたら、私たちは、ただ歴史の外にいるのではなく、物語の中心にいながら、それに気づいていないのかも。多くの日本人が、おみこしを、ただのわっしょい、だと思っているその裏で、アークの記憶を、何千年も繰り返しているとしたら、この国は、想像以上にファンタジーの中心なのかもしれません。そして、その記憶が今も生きているとしたら、私たち自身も、その続きを生きている存在。あなたは、このつながりを、ただの偶然だと思いますか？次回、アスカの古代遺跡。あなたは、知っていますか？最後まで、一緒に見てくれてありがとう。まだまだ、話していないことがたくさんあるんです。ロマンを集めて、ここで静かに待っています。こんな物語がお好きなら、チャンネルを登録しておいてくださいね。また、会いに来てくれたら嬉しいな。